今回は加算パイプの作成について紹介します。加算パイプは、最初に断面となるスケッチを作成し、スイープ経路に沿って動かした時の軌跡を立体として作成するツールです。それでは簡単な作成例を見ていきましょう。まず、パラメトリックパーツを選択します。まずはパイプの経路を作っていきます。スケッチを押して、例えば YZ 平面に経路を作っていきます。ポリラインを使用して経路を描いていきます。このような形で経路を作成します。この経路に沿って断面を移動させ、加算パイプを作成します。こちらが作成されたスイープ経路です。こちらの面に対して断面を作っていきます。それでは、断面を描く面を正面に移動させましょう。こちらの面ですね。それでは、こちらの面に断面を作っていきます。YZ 平面に断面のスケッチを作成します。ここで円を描きます。円を描いたら閉じて、スケッチが完成です。すると横から見るとこのような形で、スケッチが作成されていることがわかります。この断面は経路に沿って、立体形状を作成します。それでは、加算パイプを作成してみましょう。すると加算パイプのパラメーターパネルが表示されます。オブジェクトには断面のスケッチ名が表示されていますが、表示されていない場合には、プロファイルのオブジェクトを押して断面のスケッチをクリックし、次にスリープ経路のオブジェクトをクリックします。この例では断面が平行移動したので斜面での角度切り替えがうまくいっていません。水平面ではうまく断面が形成されていますが、斜めに移動する経路では断面の角度がそのまま移動しているので、潰れた形状となっています。それでは経路を修正して、加算パイプをもう一度描いてみましょう。最初にアダプティブパイプをデリートします。経路のスケッチをダブルクリックして編集します。今経路が直線で結ばれていますが、この部分を曲線に変換します。ここで減点表示が邪魔なので、タスクに切り替え非表示にします。フィレットを作成を用いて丸みを持たせます。2つの線分を選んでやると、このように丸みを持ったつながりとなります。それではもう一度、加算パイプを実行してみましょう。加算パイプを実行する前、断面のスケッチが経路の中心に来るように調整する必要がありますので、位置を確認しましょう。この場合、断面を水平線の真ん中まで移動します。断面のスケッチのジェット軸の数値を調整して移動します。そして断面のスケッチを選択した状態で、加算パイプボタンを押しましょう。そしてスイープ経路のオブジェクトとして作成した経路のスケッチを選びます。このように曲線で経路をつなぐと、断面は直角に経路をなぞり作成されることがわかります。それではもう一つ、加算パイプの例を作成してみましょう。最初に経路を作成する画面として XZ 平面を選択します。今回もポリラインを使用して経路を描きます。それでは経路を描いていきましょう。ここでキーボードの M を何回か押すと曲線となります。マウスで広げてやり半径を決定します。ここでもキーボード M で曲線モードに切り替え、線を描きます。これで経路が完成しました。
次はパイプの断面のスケッチを作成していきます。視点方向を変えて、断面を描く面を選択します。こちらの面に断面を作成しましょう。それでは、こちらの面にスケッチを作成します。こちらの原点を中心に円を描きます。それではスケッチを閉じます。次は断面のスケッチ位置を調整していきます。こちらの経路の水平部分に断面のスケッチを移動します。断面のスケッチを選んだ状態でジェット軸の位置を調整していきます。ここまで来たら加算パイプボタンをクリックします。次にスイープ経路のオブジェクトを選択します。そうすると、このように加算パイプが完成しました。作成されたオブジェクトは中が充填されたものとなっています。それでは、このオブジェクトを厚みツールを使用してくり抜いてみましょう。まず断面を選択し、厚みツールをクリックします。すると中が中空なパイプ形状となります。厚みツールを用いた場合、反対の面は塞がった状態となります。そこでポケットツールを使って、こちらの底の部分を削除したいと思います。それではこちらの面に、ポケットのためのスケッチを作成しましょう。YZ 平面にスケッチを作成します。この面に断面より大きな円を描きます。そして向きを変え、今描いたスケッチと加算パイプの位置関係を調整します。次に、このスケッチのジェット軸を調整しパイプの切断面まで移動します。あとはポケットツールボタンをクリックします。すると、このように底の部分が切り取られ、全体がパイプ状になります。これでパイプの完成です。